LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 9:15 Wednesday morning on January 20th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2 on Presidential Inauguration Day. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and searching us by typing the keywords TJS space radio and find today's date followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so you can send us your messages and requests using this live chat function. Or you can send us message requests accessing our website top page request form. And also you can email to radio@tjsla.com. So allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。引き続き LA モーニングパート2もよろしくお願いいたします。新海圭樹です。さあ、今日もですね LA モーニングパート2、サムさんが英語でニュースなどを読みます。そして私日本語でお伝えいたします。一応バイリンガルプログラムという形でこの放送を進めていきたいと思っております。そして1時間あります。ラジオの前のあなたからのメッセージリクエストもお待ちしております。E メールの方、ラジオ@tjsla.com、ラジオ@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからもお送りください。そして、引き続き LA モーニングからですね、YouTube ライブもお送りしております。 YouTube を立ち上げてください。そして TJS スペースラジオで検索をかけてください。そうしますと今日の日付のね LA モーニングパート2というところが出てきます。チャットがありますのでぜひご参加ください。引き続きチャットを参加してくださってますよね。先ほどどうやらバイデンさんの、宣誓演説が終わったということですよね。日本からも聞いてくださってますエッチゴさん、エッチゴのゆうりさん、そして川崎のやすさん、かんとまさん、ありがとうございますね。皆さんこうやって、今こんなことやってるというふうに就任式の中継をしてくださっていただいてありがたいんですけど、先ほど私もこう準備をしながらね、耳で聞いてはいたんですけど、ちょっと聞いたところだけでもへーっていうことを言ってましたね、うん、印象に残ったところが、意見の相違があるのは当然であるとね、その前政権も含めて意見の相違があるのは当然である。そして支持してくれた方もちろんありがたい。不支持だった方、バイデンさんを支持しなかった方、それも当然意見の相違。でもそれが民主主義なんだというふうにおっしゃってましたね。で、アメリカはこれまでのすごいこと言ってますね、試練の時をもう過ぎたと、ね、まあもちろんそのコロナのパンデミックとかまだ続いていますけど、多分前政権のことを指していたのかなとは思うんですけど、試練の時が過ぎた。で、試練を経験したからこそアメリカは強くなったっていうふうに言ってましたね。同盟を世界と一層強化して、これからもっと強いアメリカになっていくなんていうことを言っていましたけどね。
どうでしょう、サムさん、どういう風になっていくと思われます？そうですね、いろいろ皆さん意見が分かれてると思いますが、すごいことになると思います。この4年間、どうなりますでしょう。そうですね、で今のところその混乱が起きているというニュースはこちらには入ってきていないので、そこだけはまだ良かったなというふうに思ってますけど、まだ今後ね、気が抜けない状況だとは思います。では天気いきましょうか。天気いきましょう。はい。Okay, the weather for January 20th. LA County, sunny all day and same as for Orange County. Current temperature for LA County is 63 degrees Fahrenheit or 17 degrees centigrade. Orange County is 68 degrees Fahrenheit or 20 degrees centigrade. Today's expected high temperature for LA County is 76 or 24 degrees centigrade, while Orange County is 74 degrees Fahrenheit or 23 degrees centigrade. Sunrise this morning was LA County was a 6:57 a.m. and Orange County was 6:54 a.m. Sunset time, LA County today is 5:12 p.m. and Orange County is 5:11 p.m. さあ今日の天気です。ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティともに現在も晴れています。晴れの予報が出ています。ただまだ風がね残ってますね。表を見ても風が吹いています。お気をつけください。そして今日の予想最高気温、ダウンタウン LA が華氏76度、摂氏24度、そしてオレンジカウンティアーバイが華氏74度、摂氏23度です。サンセットの予想時刻が LA カウンティ午後5時12分、そしてオレンジカウンティが午後5時11分という風になっています。さあ今日もですね、いろんなメッセージを募集していくんですが、今年に入ってからジャパニーズ・イングリッシュとでも言いましょうか、和製英語ね、こんなのも、これはどうなのなんていう話も募集しております。もちろんね和製英語だけじゃなくていいんですよ。英語でわからないこととかね、もうすでに、メールも届いておりますが、これってアメリカでこういう表現って合ってるのとかね、これって今更だけどどういうふうに英語にしたらいいのこの日本語はとかね、そういうのをぜひ送ってください。和製英語で言うとね、例えば、セロファンテープ、日本でセロテープ、セロファンテープって言いますけど、こっちだとスコッチテープ、スコッチテープ、スコッチですよね、はい、あとは、何でしょう、ビーチサンダル、ビーチサンダル、こっちは面白いですね、フリップフロップスですよね。全然違いますよね。なぜビーチサンダルになったか、確かにビーチで履くサンダルだからっていうのは分かるんですけどね。もしかしたらBGM が終わるかもしれませんね。一回下げていただいて、はい、BGM をスタート、していただければちょうどいいかなというふうに思います。さあそうなんですよ。そういうね、あと、こっちだとランドリーってあるじゃないですか。ランドリーありますね、日本だと必ずコインがつきますよね。コインランドリー、コインランドリーだからお金入れないと動かないからでもこっちもお金入れなきゃ動かないけど、そうコインランドリーとは言わないですよね。そう、もうみんなそれは普通だと思い込んでると思います。あと例えばホテルのフロント、フロントね、こっちはロビー、リセプションですよね、この辺も全然違いますよね。違いますね、はい、そんな和製英語で思いつくことがあったら送っていただきたいのと、あとね今日ね後ほどこれ話題にしたいんですけど、LA モーニングでも少しだけお伝えしましたイングリッシュネームのニックネームですね。すごいね、はい、略すじゃないですか。そうこっちって例えば今手元にあるのちょっと言いますと、そうですね、ジェームスさんはジムとかになることが多いのかな、あとクリストファーさんがクリスとかね、それはちょっと簡単ですね。びっくりするのが、例えばロバートさんなんでボブになるんですかね。面白いね、ボブ。こっちだとボブですよね。なんでロバートがボブになるのかの意味がわからない。あと、テレサさんがトレイシー、なんとなく響きが似てますけどねあとこれ言っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。リチャードさん、ディック、リチャードさん、なぜリチャードがディックになるんだって話ですよね。全然関係ないのねそういうちょっとニックネームの話でもね、盛り上げていきたいなというふうに思うんですけど、あと、私はこんなニックネームがついてるよとかいう話があったらね、ぜひ教えていただきたいですよね。そうですよ。だってほら
ニック・アット・ナッシュビルさんはニックさんでしょ。そうそうそうねえ、なんでニックさんなの？そうそういうのも聞きたいですしですね。僕も最初ね一回なんか周りからつければって言われたんですよ、だけどどうもピンとこなくて、なんか K から始まるから、例えばなんかわかんないけどケビンとかそうね。でキースとか言ったけど、いや TH が入るから嫌だとか、難しくてあとね、僕のサムっていうのはどっから来てるか皆さんご存知でしょうか？それもちょっとそうね後で聞きたいですね。そうですね、それもぜひそれもメールください。お願いします。そんな、ニックネーム何かね、こんなニックネームあるよとかですね、私こんなニックネームついてますみたいなのもあったらぜひ教えてください。はい。さあということで、この後今日はね10時15分頃までですかね。ですね。はい、お送りします。カントマさん、後でこの質問をお答えしますね。はい。はい、ではジングル挟んでニュースいきましょうか。はい、行きましょう。はいはい、失礼します。 Time for the news. Okay, TJ's Newsline. Cafe staff buy the robot trial in Japan. So the Pop Cafe kiosk staffed by a robot is being tested near Tokyo and aiming increase the focus of avoiding face-to-face service during the coronavirus pandemic. The 3-day test, which started on Monday, is part of the project to support entrepreneurs by the city of Tsukuba, northeast of the capital. When a customer orders using a tablet computer, coffee is dispensed into a cup, and then the robotic arm transfers it to the counter. The venture business in city developed the robot, respectively of the company. Higuchi Shota says that he hopes the contactless service will adopt for various use for benefit of social as the comfort of the pandemic. Venture company uses low-cost parts to make the robot affordable in many areas in such as the food manufacture and agriculture. He hopes the system will also help ease the labor shortage. さあ、新型コロナウイルスによっていろんなね、非対面のサービスが始まっていますけど、つくば市でロボットが入れたてのコーヒーを提供する無人カフェの実証実験が行われているんですね。つくば市の起業家の支援事業の一環で行っているものなんですが、タブレット端末で商品を注文するとコーヒーメーカーが作動してカップにコーヒーが注がれ、腕のような形をしたロボットがカウンターに運ぶ仕組みになっているということなんですね。コーヒーやカフェオレなど3種類のメニューから選んで50秒ほどで作ってくれるということです。非接触非対面というところでこういう風になってきているんでしょうが、いろんなねサービスがありますわね。はい。さあ続いて、一ついいですか、思い出した。私の地元、漢字言葉さん知ってるかな、地元の隣にですね、南アルプス市というシティがあるんですけど、そこではですね、こんな、ロボットが巷に出る、もう15年ぐらい前からですね、ロボットラーメンというロボットがラーメンを作るお店があったんですね。すごい。はい、ロボットラーメン、なぜか、あんま美味しくなくてなくなってしまいましたけど、それを思い出しました。ダメでした。ダメでした。さあ続いていきましょう。Okay, so Michelin awards the first star to the vegan restaurant in France. So vegan restaurant in the France Southwest on Monday won a Michelin's Guide star, the first for the establishment serve only animal-free products in France. So Clare Valley runs the Ona restaurant in the city of R near the Bordeaux, which she launched in 2016 thanks to the crowdfunding from the supporters and launch from a green bank. It felt like it got hit by a train, Valley told the AFP about the moment she received a call from the guide Michelin on the Thursday informing her of its decision. So in addition to the Classic Star Award, Valley also won the Green Star, which Michelin introduced only last year to reward the establishments with a strong record of ethical practices. ONA, which stands for Organic Non-Animal, which is animal-free origin, is the first vegan restaurant in France to win a star. So guide Michelin Spork told the AFP Valley offered 7 dishes on her gourmet menu before she started to close the ONA because of the COVID-19 restriction.
Her favorite combination involved pine, bottle mushroom, and sake or celery or tonka and amber ale. Traditional France banks gave a young chef a short shift when she came to them looking for a loan to get started. They said outlook for the veganism of plant-based food was so certain, she told AFP the chosen the location her in the Acrochon based on the Atlantic coast was also not considerable promise enough. Valley says she holds no grudge. Everyone does their job. Confident that I had few things going for me, Valley went on the secure financing through the crowdfunding without a need for collateral and through the Nefet Bank of Special in leading for the project the consideration to be ethical. This goes shows that nothing is impossible, she said. Valley admits having a wonder a long way whether we were good enough because the vegetable-based cooking is difficult and ineffective. But she's added, the most important thing is to enjoy this. Although no consideration pioneer vegan cuisine in France, Valley said that she simply followed the footsteps of others, singling out the late John Christian Jury, who ran the Manovarin restaurant in Berlin. さあ、フランスのですね、ビーガン向けレストランがこれね、植物性食品不使用の食事のみを提供するお店としてフランスでは初めてミシュランガイドに載ったんですね。星は一つですが、それでもミシュランガイドにこのビーガンのお店が、入ったというのはこれはすごいことなんですよね。星を獲得したのは南西部のボルドー近くのアレという場所にある、これはオナでいいんですかね。すごいですね。ボルドー近くのアレにあるオナでございますもともとねクラウドファウンディングとあとはまあ銀行のローンでこのオナを開店したらしいんですけどね。このオナは、オリジンノンアニメイルそうですの頭文字、フランス語だとアニメイルになるんですかね。アニメイルですね。アニメイル、オリジネって読むんでしょうね。オリジネノンアニメールの頭文字を取ったと。いやこれはでもすごいことですよね。どんどんこういうところが、ミシュランガイドに載っていくんじゃないかなというふうに感じさせてくれました。さあでは、新型コロナウイルスの人数いきましょうか。Okay, for the coronavirus cases for January 20th. So in California, cases rose by 57,573. That's the total of 3,053,479. Death rose by 696. So that's 34,441. Vaccination administered this time is now rose to 1,455,626. Moving on to Japan's corona cases, the cases rose in Japan for 5,533, which is now end up to 347,023. Death rose by 92, which is now 4,792. Recovered 257,719. さあ、コロナウイルスのケースいきましょう。カリフォルニアからいきますね。57,573人も増えたんですよね。そして53,479人になってしまいました。そして亡くなった方は696人増えて 34,441 人。ワクチンを受けた方が145,4626 人です。日本見てみましょう。日本は新型コロナウイルス感染者数が5,533人増えて 347,023 人。亡くなった方92人増えて 4,792 人。でリカバーした方ですね、これが257,719 人というふうになっています。以上ニュースお伝えしました。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などを
ジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So stay tuned. What happened on today? Okay, what happened today on January 20th? Okay, so we have a new president today. Joseph R. Biden Jr. has become the 46th president of the United States at noon on January 20th in Eastern Time in a scaled-back inauguration ceremony. While key elements will remain traditional, many events will be downsized and reimagined to be better adapt to celebration to the nation battling the coronavirus. But Trump will not be attending, as you know, in Biden's inauguration. So Trump will fly, well, he already has, to the Palm Beach, Florida, to begin his post-presidency at his Mar-a-Lago club. The sources told Reuters. So he is likely to be in Florida by the time Biden's inauguration, which he did, and on the midday of the Wednesday. Florida in that morning. さあもうね、無事滞りなくバイデン氏のスピーチは終了したというふうになっておりますが、今日はね、こういう日でございます。バイデン氏第46代大統領が誕生したという日でございますね。4年間これからね、任期があるとそうですね、いうことなので、どういうふうになるかちょっとこれは見守っていきたいなというふうに思います、はい、さあ続いてこれ日本ですね。ですね、お願いします、これ20日正月ですね。1月20日をもってお正月行事が全て終わりとされていることから1月20日は20日正月と呼ばれていまして、お正月最後の日としてお祝いや小正月の飾り物を納める行事を行う日に当てられているそうなんですね。で、お正月料理に出されるブリや鮭も20日頃には頭と骨しか残っておらず、それを汁物や煮物に仕立て最後のご馳走にして食べることから、主に日本では20日正月のことを骨正月とも言うそうです。どうでしょう、そんな骨正月なんて聞いたことあります？いや、ないですね、初めてですね。骨正月という地域もあるそうです。そうですか。はい。さあじゃあ誕生日いきましょうか。 Okay, so the birthday for the January 20th today is Paul Stanley. Do you remember him from the Kiss? So he was born on 1952 and he's celebrating his 69 years old today. まずはキスのギターですね。ポール・スタンレー69歳の誕生日を迎えました。1952年生まれということですね。さあ続いてOkay, it's from the Japan. Koji Kita. He is one of the member of the Four Leaves. Of course, he's passed away in 2012, and at that time he was 63 years old. If he has lived today, he will be celebrating his 72 years old. フォーリーブスの北浩二さんの誕生日でもあります。2012年に63歳で亡くなられましたが、生きていれば72歳ということです。1949年生まれです。さあもう一人いきましょう。Okay, another Japanese singer. Her name is Hiromi Ota, and she was born on 1955, and she's celebrating 66 years old today. ね、昔アイドルとしても活躍されました太田裕美さんの誕生日です。1955年生まれの16歳ということです。さあそして完熟トマトさんが今日は何の日、はい、そうね、日本では大寒ですね。大きく寒いと書いて大寒ということで、さっきね越後の優里さんも埼玉にいらっしゃるけどマイナス1度というふうにおっしゃってました。冷えてますね。さすが大寒ですね。あとはこれ何なんでしょうね、甘酒の日いいね。あとぬか床の日だから、ぬか床の日だからきっとこれもあるんでしょうね。発酵野菜、じゃあ発芽野菜の日。へえ。なぜかキャッシュレスの日
キャッシュレス、お金がないのね。キャッシュレスの日みんな出してたから。何なんでしょうね。はい、そんな風にもなっています。はい。以上、今日は何の日でした。じゃあ曲いきましょうか。Okay, let's go to the song. So today we're going to celebrate one of his songs from The Kiss, I Made a Loving for You. Hi. この後、エレモーニングでちょっと読むけど、乱太郎さんはい。の話題をちょっと振ります。わかりました。あとはニックさんが、ゆりさん正解ですね。何が正解？なぜサムさん僕の名前。はい。アンジーってもともとなんですか？カントマさんが書いてる。アンジェラか。はい。アンジェリーナね。アンジェリーナ。でもアンジェリーナ・ジョリーがアンジーですもんね。そうです。じゃあ次に。毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。さあ、LA モーニングで乱太郎さんからね、ルーズベルト大統領のことをローズベルトと日本では記載するようになった。だけど、あくまでもアメリカの大統領なんだから、ルーズベルトのままでいいんじゃないかと。ただオランダ移民の子孫で、国ゆえオランダでの読み方はローズベルトになるのではと。そうでしょうかね。じゃあルーツたどっていくと、彼はじゃあオランダから名前だってことでみたいですよね。あとどうですか、ソフィースタジアム SOFI、スタジアム、これはソフィーですかね。ソーファイって読む人もいるみたいなんですけどね。僕はソフィーですね。ソフィーでいいですよね。ソフィア・ローレンと一緒でソフィー。Wi-Fi だったらわかるんですよね。まあね、Wi-Fi とか Wi-Fi とかね、いろいろと言うけど。Wi-Fi っていう人いますよね、たまにね。でも Wi-Fi ですよね。Wi-Fi です。あれは英語でも Wi-Fi？ はい。でほら音響で前ありましたよね。Hi-Fi って。Hi-Fi ありましたね。それからの流れだと僕は思ってます。なるほどね。それは英語でも Hi-Fi は Hi-Fi。だから Wi-Fi も Wi-Fi ですよ。乱太郎さん。僕もねソフィーでいいんじゃないかというふうに思うんですけどね。あとね、越後のゆうりさんがなぜサムさんか。どうでしょう。ラジオで言いましたっけ？言ったかもしれない。イサムのサムさんって。そう、英語で言えばサミュエルが正解なんですけども。サミュエルですよね、サムさんってね。だけど、サムさんの場合はイサムのサムさんです。なぜサムになったかって言ったら、もちろんイサムのサムだからサムなんだけども、本当はね、学校、僕ほら国際学校行った時に英語の先生だったんですけど、僕の日本語の名前言えないんですよ、イサムって。そうなんだ。でもうね、じゃあ I と U 落としたらサムになるでしょってことでサムそういう風になったんですね。そういう風になっちゃいました。そうなんだ。いろいろとねありますよね。あと完熟トマトさんが、アンジーってアンジェラの略、だと思いますよ。アンジェラとかさっきも言ったけど、アンジェリーナもうアンジーになりますもんね。そうですね。ジョイで言えばアンジェラ・ジョリー。そうですよね。
あとはね、ナッシュビルのニックさん、なんでニックなのって話したじゃないですか。はいはい。なんで？ファーストネームが NA から始まるんですよ、ニックさんはね。はい。で最初に、赴任した場所で、はい。呼びやすいようにで、会社の人が、つけてくれたと。クールな名前はニックだっていうことでニックになったそうです。 Mr. ニックねニックはでも確かにニコラスもニックになりますよね。でもナッシュブルにいるからナッシュとかいう感じでナッシュビルのナッシュさんそう違うか。それはどうなのやっぱりニックなんか似合ってるよ。ニックでいいっすよね。ニック、あとなんかね結構ありましたよねさっきね。そうですか。どれだっけな。いろんな名前ね、アメリカ面白い名前あるんで。そうで、なぜロバートがボブかって話でしょ。そうなんでね、リチャードがディックなのとかねね本当ですよね。まあね、もうだって例えばピーターさんなんて短いじゃないですか、もともとね。そうだったらなぜそこをピートにする R 抜くだけっていうね。ピート、あとはね、僕びっくりしたのは、ジョンさん、はい、ジョンさん、はい、ジョンさんがジャックになることがあるんですよ、ありますね。これも不思議ですよね。そうなぜジョンがジャック。そう、あと僕の親父アイザークって言うんですけど、アイザック英語で、それもジャックになっちゃうんです。アイザックがジャック、アイザックってかっこいいですね。なんかね、アイザック、そこから来てる愛はイサムからそこから取った愛。ああ、そういうことなんだ。はい、なんかまだまだウィリアムがビルだっけ。そう、ウィリアムがビル。なんでビリーとかビルになるんでしょうね。でもウィリーもあるんだよ。ウィリーもありますよね。ウィルも、そう、ウィルもあるし、ウィリーもあるし、ビルもあるし、ビリーもありますよね。そう、これ不思議ですよね。だってビル・クリントンだってビルでしょ。ウィリーって言わなくて。そうですよね。ね、はい。女性でもつける方当然いますよね、こっちで。なんかちょっと分かんないのがエリザベスはベスじゃないですか。ベスじゃなくてリズか。リズになっちゃうんです。リズ、L じゃないんですね。L じゃないL じゃないんですよね。そう、あとほら日本人の女性でもね、はい、いわゆるニックネームを英語名でつける方もいらっしゃいますからね。そうだね、中にはいると思うんですよね。あまり聞いたことはないんですけど、まあね、頭文字の例えば K とか U とかいう感じでやったらね、そう例えばエミさんなんかはエミリーって言ったりね、エミはエミってあるからね、アメリカに、だからあとほらナオミはありますね。もともとこっちでもありますよね。多分ね、ケニア系か黒人名にナオミっていう、そういう似たような名前で、そこからちゃんとナオミはナオミ、なんかネオミとか言いますけどね。そうネオミ。あとこっちで日本っぽい名前でニックネームでケンって。ケンはね、ケンは英語でもありますよね。この漢字で書くと意味が全然違うんだけど、そう、例えば日本の何々ケンさんはそのままこっちに来てもケンで通じますよね。そう、通じます。全然通じます。かっこいいですよね。ラッキーですね。そういう面では。僕なんて読めないですからね。KEIKI そのまま発音するとキキになりますからね、こっちの人。KEIKI キキってケイキって言えないですよね。キキになりますからね。かといって CAKE にはしたくないですからね。まあね、食べ物になっちゃうんでね。だからといって KEI っていうとキーになっちゃうんで、だからユニセックスな名前で僕はスタバとか行くときは KAY って言いますね。K になっちゃうんだ。そう。それね、男性でも女性でも使っていいっていうことなんで。あとね、ステゴガールさん、アーティストでビリー・アイリッシュっていますよね。ビリー・アイリッシュ、いますね。ラストネームがわからないってビリー・アイリッシュ。ビリーのアイリッシュ不思議な名前ですよね。ねえ、アイリッシュコーヒーっていうのもあるけどですよね。はい、まだまだこんなメッセージ、こんなニックネームあるよとか、あるいは英語でこれなんていうのなんていうのは募集しております。お願いします。はい、ぜひお送りください。はい、スポーツいきましょうか。じゃあ行きましょう。じゃあちょっと BGM いきます。Time for the sports news.
Okay, TJ Sports News. Australian Open tennis player under the quarantine. More than 70 tennis players have been placed in strict quarantine ahead of Australian opening after the verifies carrying people who tested positive for the coronavirus. Athletes and their coaches are arriving in a member of the annual Grand Slam event scheduled to be held the next month. Tournament organizers say that the 3 flights into the city carry people who tested positive for the virus. The 72 players on board these planes have been placed in strict quarantine for 2 weeks without outdoor practices. So they included Japan, Nishikori Kei, and Daniel Taro. Daniel tweeted, "I will be one of the players in the full isolation. Hard to swallow, but I was aware of the possibility prior to coming." He said he will do his best to prepare for the event. さあもうこれはね、ご存知の方も多いと思いますけど、来月の8日にねテニスの4大オープンの一つ全豪オープン、オーストラリアンオープンがですね開催されますけど、出場選手のうち錦織圭選手も含む72人はオーストラリアに向かうチャーター機の中で同乗者がウイルス検査でなんと陽性になったことから現地のホテルで2週間の隔離中なんですね。外での練習が許可されていないという非常にきつい状態です。だって中ではですね外でできないので練習がホテルの部屋で立てかけたマットレスに向かって壁打ちをするとかね、そういう選手もいるということです。これは錦織圭選手も一昨日ぐらいにツイッターでいやこれはきついよっていうふうには言っていました。ただ、これはですねオーストラリアテニス協会のクレイグ・タイリー CEO は現地メディアに対して、これはちゃんと開催するというふうに言っているということです。さあ続いていきましょう。Okay, Olympics London 2012. Chef Miles feels Tokyo Games unlikely to go ahead. The former deputy chairman of 2012 London Olympic Organizing Committee said on Tuesday he will be planning for a cancellation if in charge of the Tokyo Games. Kenneth Miles told BBC Radio that he delayed summer games scheduled for July-August were looking unlikely to happen in his opinion due to the coronavirus pandemic. If I was sitting in his shoes for the organizing committee in Tokyo, and thankfully I'm not, I will be making plans for a cancellation, he said. I'm sure they will have planned for the cancellation, but I think they will leave it absolutely to the last minute in case of situation improve dramatically, in the case of vaccination rollout are faster. It's a tough call, and I wouldn't be like to be in their shoes. The Japanese Prime Minister Yoshihide Suga vowed on Monday for the forge ahead with the preparation for the games in the face of growing public opposition as Japan battles a surge of coronavirus infection. Recently, media polls show the close of 80% of Japanese believe the Olympics, already postponed by the year because of the pandemic, should be delayed again or canceled entirely. Tokyo 2020 spokesman Masa Takaya played down the polls and said the games would go ahead, as many spectacular possible in event without vaccination. Our position remains. We will be deliver the games, he told BBC Scotland. Our countermeasure on the COVID-19 are working under the assumption that he will not have vaccine. And even if we do not, our plan is to do what we will be able to deliver the games. The World Athlete Ahead, Sebokov, who was the chairman of the 2012 organization committee, told the Sky News he did not think the games would cancel, but would be challenging a very different experience. 2012年ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会で副会長を務めたキース・ミルズ氏がですね19日イギリスの BBC ラジオのインタビューに応じまして、新型コロナウイルスの影響で開催に会議論が出ているこの夏の東京大会について、東京の組織委員会には中止計画があると思うとあくまでも試験ですを述べまして、世界の感染状況を見ると開催は困難との見方を示しました。ミルズ氏は開催
可否の判断はこの 1,2 ヶ月以内だろうとし、それは厳しい決断だ、彼らの立場にはなりたくないと語りました。2024年への再延期は調整が、非常に難しいとして否定的でした。ミルズ氏は大会、実現には多くの国の選手の参加が不可欠と指摘。その上で中止よりも開催しながら十分な数の選手が足りない悪い大会になることが最悪だとしています。さらに健康上のリスクが高い障害者アスリートによるパラリンピックに考慮する重要性も説きました。中止の場合も経済的損失を国際オリンピック委員会 IOC が保証する可能性は低いとして、不幸にも日本の納税者に降りかかることになるという見方を語りました。続いていきましょう。Okay, Sarah Thomas to be the first female to be officiated at the Super Bowl. So Sarah Thomas will cap her sixth NFL season by becoming the first female to officiate the Super Bowl in NFL history. Thomas, a down judge, is a part of the officiating crew announced Tuesday by NFL. Sarah Thomas has made history again as the first female Super Bowl official, said Troy Vincent Sr., the NFL's exclusive vice president of the football operations. Her end-line performance and commitment to excellence has earned her as a right officiate Super Bowl. Congratulations to Sarah on this well-deserved honor. さあ、先ほど LA モーニングのニュースでもお伝えしましたが、スーパーボウルの審判団発表されました。2月7日に行われます。女性のサラ・トーマスさんが女性として初めてこの審判団にスーパーボウルとして選ばれました。サイドラインで主にオフサイドなどの反則や攻撃時の人数を確認する役割を担います。トーマスさんは大学の試合の審判などを歴任しまして、2015から16シーズンに NFL で初の女性審判員として採用されました。これは非常に楽しみだなというふうに思います。以上スポーツニュースでした。では曲いきましょう。はい、じゃあ曲紹介いたします。Okay, one of the birthday girl, this gonna be from Hiromi Ota, 木綿のハンカチ。今書いたんですけど、なんでトヨタって言わないでしょうね。こっちみんなトヨダとか言いながら。あと日産のことダットさんだったんですよ。あ、それは昔そうだったからですよね。そうなんだ。日産は最近変わったんだ。最近つっても、ね、ニックさん。そう、もともとプリンス自動車とダットさんが合併して、そういうことか。そう。だから昔の、今ほら、旧車賞とか行くと、昔のブルーバード、日本でいう車、こっちだと、ダットさん510とか言う。B2、そう。だからダットさんですよね。ダットさん。ダッツン。ダッツンって言いますよね。そう。なんでトヨタになるんだろうなって。トヨタって発音できないのかな。トヨタ。ダに聞こえます、ね。ダに聞こえます。絶対ダに聞こえます。ねえ、トヨタとは言ってないですよね。トヨタなんだ。ねえ、トヨタって言ってますよね。あと、ホンダはホンダでいいじゃないですか。ホンダ。なんでヒュンダイがホンデイになるんでしょうね。ハンデイ。ハンデイ。あれは本当に言い方じゃないの。ハンデイ。わかんない。どっちが正しいのかわかんない。僕はなんとなく韓国語っぽく言えばハンデイ。ハンデイ。ああ、そうか、そっちか。で、書き方がヒューって書いてるからヒューになっちゃう、ね。ああ、そうか。多分そうかもしれない。関東さん懐かしいな、ダットラ。ダットさんトラック。トラックね。ダットラ。かっこよかった。さあ、今日は2つ来てますので。
いきましょう。はいロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディグズ LA。新海さん、英語は得意ですか？あは結構喋れる？おほお、完璧なんだ。おやこんな方は必聴。今週は英会話にスポットを当てます。スイートディグズ LA は毎週土曜日夕方6時から。わお。 TJS Japanese radio station。ですね、ケンさんが韓国語だと読み方がヒョンディになるそうです。ヒョンディヒョンヒョンヒョンディ。へえ、そうなんですね。間違ってる。なんだいと思ったんだ。ねえ、ゆうりさんが、親父がダットさんブルーバード乗ってたなって。あ、それ多分510ですね。510とかそういうやつですね。懐かしいですね。かっこよかったですね。クリーム色のありましたね、クリーム色とかね。はい。さあ、まず質問が来てます。はい。ラジオネームくまさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。まず伝えてください。あ、ラジオネームさすらいのサンフランシスカンさん、聞いてるかな。今日お誕生日なんですって。おめでとうございます。聞いてくださったらいいですね。おめでとうございます。さすらいのサンフランシスカンさん、くまさんからメッセージいただきました。そしてサムさんに教えてください。はい。アメリカでは今からのことを言う言葉は何と言うんでしょう。はい、日本だと、この床のフローリング、はい、フローリング、はい、はアメリカでも同じですね。フローリング、フローリング、はい、あと日本だとほら身体障害者の方が動きやすいバリアフリーとか言うじゃないですか。バリアフリー、段差がない、例えばスロープがついてたりとか、あるいはこういう床に障害物がない作りのことをバリアフリーと。まあアメリカでちょっと言葉長くなるんですけども、なんだっけ、ハンディキャップとかウィルチェアアクセスとか、そういう言い方に変わっちゃいますね。やっぱりそういう風になるんですね。バリアフリーとはバリアってまあこうね、こう暴言っていうかこうプロテクトする意味の、そうそれがフリーっていうことだからね、ないっていうことですからね。はい。あとニック・アット・ナッシュビルさん、はい、改めトーランスが懐かしいさんまだ1ヶ月経ってないじゃないですか。経ったか。経ったよ。そうだったか。20日経った。イサムさん教えてのコーナーですはい、これ変わったね、名前が。中学の教科書なんかで、英語の挨拶は、How are you? と並んで、How do you do? だと教わりませんでした？教わった。僕らは教わった。こちらに来て通算13年とかになりますが、How do you do って一回も聞いたことないかもと気づいちゃったんですと。これ決して内陸のエリアだからというわけでもないと思う。イサムさんどう思いますって。How are you から始まって、で How do you do になると思うんですよ。っていうのは最初 How are you って言うでしょ。はい。そしたらよかったら Good とか Fine とか言うでしょ。そう。I'm fine とかね。言うでしょ。はい。How do you do はHow do you do は少ないですね。あんま言わないですよね。引き返した時にもう一回ね、答える時の言葉になるかもしれない。でも教わったのは確かです。確かです。はい。僕もそれは知ってます。はい。How do you do もう言葉として教わってましたもんね。そう。だからどっちから始めるからですよ。向こうから始まったら How do you do になるかもしれないけども、自分から始めたら How are you から始めます。そうか。誰が先に出るか。そうですよね。中学校の教科書といえば、その教科書メーカーにもよりますけど、女性の名前は確実にナンシーでしたね。Hi ナンシーから始まる。Hi ナンシー How are you? I'm fine thank you and you? Fine thank you っていうこの言葉がもう一番最初に書いてある。そうですね。そうですよね。あとディック&ジェーンがアメリカをよく使うんですけど、日本はナンシーかな。ナンシーが、僕らの時代はナンシーとか、男性は何だったっけな。ジョンかもしれない。どうだろう。覚えてないな。でもアメリカはディック&ジェーンなんでかじゃないけど、ディック&ジェーンなんです。そうなんですよ。なんでそこでディック使っちゃう。そうなんだ。はい。メイさんとかいました？そう。メイ。
そうですよね。ステゴガールさんが日本でもフローリングって言ってる木の床はウッドフロアかも。ウッドフロアかもしれないって。確かにそれもあるかもしれないですね。アメリカのカルチャーはフローリングもあるけども、カーペットが、のカルチャーだから、カーペットですからね。ねえ、ベンさんがバリアフリー、こちらでは言い方としては、アクセシビリティパー、ビルディングコード。それはコードはね、そうか、そういう風になるわけですね。ケンさん、ベンさんありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。ニックさん、キミコねって、キミコもいましたね。教科書だと日本人の名前、なぜかキミコさん。アメリカ人用に作る日本の教科書ね。キミコを使いますね、よく。なぜキミコ？なぜだろう、その人のガールフレンドだったりして。ありますよね。いやでもなんかもしまた来週こうやってね、ハワイユーの今の話とかね、そういうの聞きたかったらぜひ E メールお送りください。お待ちしております。 E メールの方、radio@tjsla.com、 radio@tjsla.com、 あるいは TJS ラジオウェブサイトのトップページから、あなたが今更聞けない英語、気になる英語、英会話、この辺ありましたらぜひお送りください。さあ、もうエンディングの時間なのでエンディングテーマの曲に行きましょうか。そうね、カントマさん書いてくださってますね。やっぱりケンね。そう。マフィンちゃん、久しぶりです。久しぶりっていうか、まだハワイですか？そうですよね。ハワイなんだ、いいな。そう、中2の英語の本に出てきた男性は、マイク・スミス。マイクとかいましたね。はいっていう形でございまして、もうお別れの時間が近づいてきました。あと5分ですね。5分ですね。はい、ではエンディング行きましょう。Okay. So how you enjoy so far today's Wednesday's LA morning part 2? It's closing closer to the end of the 26th broadcast on January 20th. Okay, we're open to any topic suggestion coming from you to talk about in this program. So please send us your messages using our request form from our website or email address at radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages from the YouTube channel using the live chat function. So you search up by typing the keywords TJ space radio during our live show. And don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. So see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. さあ、お別れということになりました。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。来週までにね、メッセージお送りいただく方は E メール radio@tjsla.com あるいは TJS ラジオウェブサイトのトップページからメッセージお待ちしております。さあ、では最後の曲いきましょうかね。って言っても、最後の曲は意外と短いのかな。短いかな。何分の曲ですか？そこに書いてあるのは。見えてない。一番端は見えてない。ズラスは見えるかな。出てない。ただ名前しか出てない。でももう大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。はい。さあ、では最後の曲紹介をお願いいたします。Okay, one of the birthday guy from the Four Leaves, 愛とし。今日はフォーリーブスの愛と死を聞きながらお別れです。ということでお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg. See ya. ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。シヤ。シヤ。そうしや。シヤ。チャットも雑。そんなことないよ。しいたけさん、いや、漢字でシーヤって書いてある、僕も。しいたけのシーに、家の屋で。ゆりさん、そろそろ、群馬あたりまで行ってる？
月夜野とかそっちから帰るのかな。あ、都内、逆ね。そっちね。あ、なるほど、なるほど。あ、戸塚行くんだ。へえ。懐かしいな。親戚が住んでたから戸塚よく行ってたな。あ、川崎のやすさん、お疲れ様でした。はい。止めていただいて、で、インターネットラジオも切っていただいて。これはこっちでディスコネクト。そうですね。はい。それで OK ですね。はい。こっちは切って、こう押して切んないといけない。どれ？お尻、うん、そのままバーってこう。5個ぐらいか。そのぐらいから、それでもう、デリートで。はい。大丈夫ですよ。はい。これセーブ。はい。それでちょっとセーブは日付入れてって感じかな。おー、そうか、ゆりさん、戸塚水産行くんだ。ヘビーと猫じいるから気をつけてね。まだシャバいシャバいって言葉が出てくる前だったもんね。あ、ほんと。じゃあ、こちらも切りますね、サムさん。はい。はい。ありがとうございました。